はいどうもこまちです。今日は2019年違う今日は2021年10月26日森活の最新情報をお届けしたいと思います。今までも撮影はしとったんですけど、それが全部ちょっとボツになってしまいまして、なので今回のこの動画が皆さんにお届けされるように頑張って撮っていきたいと思います。まずはじめに、拠点はこの湖の近くの場所です。今は6度ぐらいで、ちょっと寒いんですけど、格好次第で、まだまだ過ごせそうです。まずはじめにこれは、倒れてた木や拾ってきた枝をここに集めてますちょっと多すぎやるな。雪の予報がちょっと出た時に一応ここにブルーシート、中見えました。ブルーシートをここに敷いて、その上に松の葉っぱを乗せて雪と風対策と、それから、ここは一応なんとなくサイズ別に並べて木を置いてます。ここからいろいろ作る材料になってます。はい、それからこれは倒木からいただいてきた、皮です。で、こっちは、レンガ、拾ってきたレンガについていた苔をここに並べてます。で、この苔を使ってこんな苔玉も作ってます。かわいい。それからこっちも、壁なんですけど、拾ってきた、屋根材、それを使ってます。よく見てください。ここにこんもり苔がついてます。手がうすでついたプレミアム苔瓦です。それから、私の宿泊場所です。それはじゃん、車です。初めこっちの上で寝てたんですけど、足が伸ばせなくって全然寝れなくって、いやこっちの椅子外して下で寝ようと思ったらめっちゃ寝心地がよくって、すやすや9時間ぐらい寝る時もあります。それからじゃん、これは枝瓦土苔のせやね薪置き場です。見てください。まずはじめに下からね、木の枝を編んで、その上に枯葉と土と苔を乗せてます。この苔はさっきあった苔です。こんな感じです。次にこれは粘土保管庫。以前の私の作ったオーブンがうまく動かなくって、こっちに再利用するために粘土を保管してます。水につけておいたらまたレンジに戻って使えるんですよ。なのでここの粘土と、ここの土、掘ってきた土を混ぜて、またオーブンやストーブを作ってます。じゃん、これは今日作りたての最新のドアです。玄関のドア。ちょっと見てください。これも枝を編んで作ってます。赤い枝とか緑とか黄色とか天然のグラデーションになってます。で、最後にこれ拾ってきた木、これで取っておいて完成と思ってます。ではこの玄関の扉がつく入り口から中に入ってみたいと思います入り口の枝がお出迎え。この枝は、拾ってきた枝なんですけど、これは薪に使います。ここに置いとくことでこうやって踏んでちっちゃくなってすごい使いやすくなるので、ここに置いてます。で、この量で一応3日分ぐらい。はい、これが私の
ラブリーニューオーブンです。今回はしっかりと、粘土と土をこねて作りました。今で1ヶ月ぐらい乾かしてるので、もうそろそろしたらこの中の土を取って入れをして何か作ってみたいと思ってます。お楽しみに。それから粘土と土で新しくストーブも作りました。これ調理用のストーブです。ただこうやってすごい風通しの良い家なので、この外側でここで焚き火も楽しんだりしています。煙突、外に煙がポコポコ出ます。それからこの電気、一応夜は真っ暗なので電気も使ってます。2個使ってるんですけど、こっちの電気は携帯につながっていて、携帯茶、パソコンにつなげて使ってます。一番最大の光で、3時間半ぐらいで、一番弱い電気だとなんと9時間ぐらい使えます。でこっちも一緒、こっちは充電式です。こっちも一応小さい光で長く使ってます。それからこれが食器棚、これも拾ってきた枝で作りました。とても便利です。それからこっちは、ソファーを作る予定なんですけど、一番下にぶっとい木を敷いて、その上に落ち葉を敷いて、それから布をつけてます。もっといっぱい中に詰め込んでふわふわのを作りたいなと思ってます。こんな感じです。ここで今のところ3泊はできますね。私のリビング。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございます。どうですか、私の素敵な小屋。ではこれからもゆっくり、こうやって動画上げていきたいと思いますので、これからもお楽しみによろしくお願いします。そして、私がこの小屋を作るのに一番時間をかけたこと、それは、こんな長い木を集めることでした。要は